こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、厳かでいい雰囲気のイラストですよね。楓さんの作品で、タイトルは願いの運び屋さん。誰かの願いを集めているお仕事、その人の思いが星に届くことで空が輝き、いつかは願いが叶えられる七夕の日に、そんな物語をイメージして描きました。斉藤先生、こんにちは。私は先生の活動にたくさん励まされているものです。いつもありがとうございます。今回は空の上でお仕事をしている子たちを描きました。優しい雰囲気が伝わるように心を込めて描きましたが、自分の中ではどうにも引き算がうまくいかなかったように感じています。女の子とお供の生たちの触れ合いを見せたかったのですが、様々な描き方のノウハウを自分なりにアウトプットしても一体感が出るような、馴染ませるようなことができないように感じています。つい書き込みすぎてしまうため、情報の取捨選択として何に気をつければいいのかご教授いただけますでしょうか。また、こうすればもっと良くなると感じたところがございましたら、お手数ではありますが今後の精進のためにお話しいただけると幸いです。採用となった際にはどうぞよろしくお願いします。今後も先生のご活躍を心より応援しております。ここまでお読みいただきありがとうございましたとのことです。はい、楓さん、添削のご応募ありがとうございます。非常にね、丁寧に描かれているイラストで、もう本当にね、良い雰囲気が出ていると思います。楓さんの人柄が透けて見えるような素晴らしいイラストですね。はい、ただですね、楓さんが気にされているようにイラストにいまいち一体感が出ていなかったり、あとはいまいち馴染んでいないような感じがするっていうのは、確かにそんな感じがしますね。で、その原因を楓さんなりに予想した結果、おそらく引き算が足りていないんだろうと、そういう予測をされたわけなんですね。ふむふむふむ、なるほどなるほど。ですね、これはっきり言っちゃいます。全然違います。はい。ごめんなさいね。楓さんに足りないのはですね、これね、引き算じゃないんです。その真逆、足し算が足りてません。はい、このイラストに足りていない足し算は主に大きく分けて2つです。光の書き込みと、あとは密度が足りていない箇所が1箇所あります。この2つの要素を足すことによってこのイラストは驚くほど良くなると思います。この動画を見ていただければ、なんかいまいち絵に一体感が足りないんだよな、馴染んでないな、パッとしないなというお悩みを払拭して、全体的に一体感のある、パッと見た瞬間に嬉しくなっちゃうような、そんなイラストが描けるようになると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。はい、でまずですね、ちょっとキャラクターが全体的にちっちゃいので、キャラをね少しだけ大きくしますね。はい、こんな感じ。ほんのちょっとですね。ただね、キャラクターが画面に対して小さいと、ちょっとね、こう、こじんまりした印象になってしまいがちなので、キャラクターはなるべく大きく配置した方がいいですね。背景をね、主体にして見せたい場合には、このね、さっきの比率でもいいんですが、背景はね、あくまで空だけで、そこまで見せ場があるわけでもないので、ここまで広い面積を取らなくてもいいように感じました。これはね、足し算と引き算とはあまり関係のない部分ですね。でですね、ここは結構大事な部分なんですが、1枚を描くときに大事なのは絵の見せ場がどこなのか、それをはっきりと設定してあげることだと思います。で、このイラストの見せ場がどこかなっていう風に見ていくとですね、明らかにこのランプ、ここですよね。だってね、こう主人公の女の子もランプをめっちゃ見てますし、小さなねてるてる坊主の生たちもこのランプに光の粒をこう持ち寄ってきてますよね。はい、タイトルもね、願いの運び屋さんなわけですから、ここが一番の見せ場にならなきゃいけないわけです。なので、このランプ周り、ここをですね、もうちょっと魅力的に要素を足してあげたいわけなんです。まずはこうですね。はい、こんな感じ。ランプの位置を顔に近づけつつ、画面の目立つところに持ってきました。ちょっとだけ大きくしたのもポイントです。それと細かい部分ですが、もう一つの手を下にこう添えてあげたことが、さらにこのランプに見ている人の興味を注がせることができると思います。片手で持ってるよりもね、両手で大事そうに持ち上げてあげた方が、すごく特別なものを扱っている感じが出ますよね。意外とね、こういう細かい演技が絵にとっても大事な部分だったりしますので、しっかりとね、意識して描けるようにしましょう。あ
とですね、今ランプを動かした時に、勘のいい人は気づいたかもしれないんですが、この絵に一体感がいまいちない理由はここですね。はい、ちょっとね変更してみますよ。なぜそう変えるのか予想しながら見てみてください。いきますよ。はい、こうです。まだ途中なので完全に一体感が生まれたっていうわけではないんですが、なんとなくさっきよりも一体感が出始めた感じ感じていただけるのではないでしょうか。はい、なぜこのように一体感が生まれ始めたのか、それはですね、このてるてる坊主の精たちをこんな風に重ねるようにしたからです。はい、添削前を見てみましょう。これどうでしょう。はい、添削前、この真ん中のてるてるくんは女の子に重なっていますが、他のてるてるくんはですね、ランプや女の子を、わざと避けるようにして整然と配置されています。これね、絵としては分かりやすくなるんですが、これだと結構それぞれの要素がばらけてしまって、少なくともね一体感は生まれにくいんです。なので僕は、このようにわざとランプに被るように、あるいは女の子に被るように位置を見直してみました。こうやって積極的にモチーフをかぶせていくことによって一体感は生まれますので覚えておいてください。はい、ただですね、これねデメリットもあります。位置をこうわざとかぶせると絵がね、当然重なり合いますので、前に来る部分と後ろに来る部分、ここがねちょっとこうごちゃごちゃってなってしまって識別しづらくなってしまうんですね。はい、絵が見づらくなってしまうんです。それを避けるために、今日のポイントの一つ目、この絵に決定的に足りないものを描いていきます。一つ目の足し算です。いきますよ。描いていきます。気まぐれ添削の途中ですが、今年もやってきました賞金総額300万円早い者勝ちレース熊猫杯2025のご紹介。いきなり何っていう話なんですが、もしかしたら覚えている人もいるかもしれません。去年に引き続き今回も出版社角川さんの案件動画です。去年の熊猫杯とはちょっと違うという話なので、どういうことなのか簡単にご説明しましょう。まず熊猫杯とは何なのかというと、角川さんのアバンダ編集部で開催している漫画賞です。この漫画賞、普通の漫画賞と違って賞金300万円早い者勝ちを売りにしていて、過去応募して3日後ぐらいに受賞発表された人もいるというスピード感のある少し変わった漫画賞なんです。詳しくは去年のアバンダ編集長との動画をご覧ください。去年の熊猫杯2024プロは商業連載経験のある漫画家さん向けの漫画賞でしたが、今年はなんと誰でも参加できる誰でも部門と、去年に引き続き漫画家さん向けのプロ部門の2部門で開催されるということです。もちろんね、今動画を見ている皆さんも応募条件をクリアすれば参加可能です。気になる賞金についてなんですが、賞金300万円早い者勝ちは同じで、アバンダ編集部が面白いと思った作品にアバンダ賞として1人最大賞金100万円、2部門合わせて上限300万円がなくなったらその場で受付終了です。また先着応募の参加賞があったり、ミッションをクリアして入賞するとなんと賞金がアップしたりと、やっぱり変わった賞なんですね。そして今回も斉藤直樹賞があります。僕が選んだ作品に通常の賞金に加えてさらに10万円をプラス。今回も責任重大ですが頑張ります。肝心な応募開始日はこちらです。ニコニコ漫画への投稿、最低4ページ以上あれば参加可能ということなので、漫画を描いている人はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。もっと詳しい情報は熊猫杯公式サイトに掲載されていますので、概要欄に貼ってあるリンクからチェックしてみてくださいね。ここまでは角川さんの提供でお送りしました。それでは気まぐれ添削に戻りましょう。ランプの光を強調することによって、この絵の主題がランプにあることがこんな風にね、見ている人に伝わりやすくなると思います。
もしかしたら作者の楓さんは優しい光という部分を意識してさりげないねふわっとした光を描きたかったのかもしれませんが、結構ねこの辺って難しくて、漫画とかアニメとか時間軸がある表現だとそれでも良かったりするんですよ。でもね一枚絵って本当にねさりげない表現をしてしまうと単純に見栄えがしない、誰も気づいてくれないだけの表現になってしまうことがありますので、一枚絵の場合にはね意外と自分が思ったよりも大げさに表現してあげるくらいがちょうど良かったりするんですよね。僕がやった表現でもねそこまで派手にはなりすぎないようなバランスになると思いますので、どんなバランスになるのか参考にしてみてくださいね。さあそしてもう少しだけ絵に派手さを追加していきます。どこで派手さを出すのかっていうと、この場合は髪の毛の流れ、ここで表現してあげるのが良さそうですね。やってみます。はい、髪の毛の流れですが、添削前ストーンとねこう下に降りていた髪の毛をぶわっと浮き上がらせてみました。これによってこのランプに特別な力が宿った感じというのが表現できるようになると思います。ほらジブリの映画とかでもなんか特別なパワーが宿った時、髪の毛がねこうぶわっと逆立ったり波打ったりすることがあるじゃないですか。あれを一枚絵でもやるわけです。はい、さらに髪の毛の髪色がねちょっと単調なので、ここもね調整してみましょう。はい、髪の毛の主に後ろの方の影色、ここを少しだけ紫寄りに寄せてみました。こうすることによって光で照らされた前面の黄色い部分がより際立ちます。際立たせたい部分を強調したい時には意外とそれ以外の部分も調整も大事なんですね。強調したい部分とは真逆の影色を入れることによってよりね光がこうピカッと光っているように工夫することができると思います。はい、髪の毛もうちょっとだけ調整していきますね。少しだけ光っている毛束を追加しつつ全体的に整えていきます。はい、こんな感じ。あとですね、ちょっとあっちこっち行って申し訳ないんですが、背景も少し調整させてください。今ですね、全体的に同じような明るさで空が描かれているんですが、一枚絵として見せる場合にはより意図的に明るさの演出を入れてあげた方が絵として見栄えが良いものになると思います。例えばこうです。はい、これもランプの光を強調するためですが、ランプに向かって背景色を明るくしてあげました。こうすることによってより一体感が生まれますし、より一層ランプに目が吸い込まれるようになったのがお分かりいただけると思います。さあそして今回の足し算のポイントの2つ目いきます。この絵に圧倒的に足りてないポイント、それはランプ自体の書き込みです。メインのランプが結構ね淡白な書き込みになっちゃっているので、いまいち主題としての迫力に欠けているんですね。そのせいでちょっとこうインパクトに欠ける絵になってしまっているんです。僕が調整するとしたらこんな感じですね。やってみます。はい、まずね中心部分を光を意識しながらディティールを少しだけ細かく書き込んでみました。さらにこの書き込みを周りに広げていきますね。こうです。はい、それ以外の部分にも少しだけ飾りというかレリーフというか
細部を追加しながら質感を足してみました。どうでしょう、ここに密度が足されることによってより主題がはっきりして絵としてのインパクトが上がった感じがお分かりいただけると思います。このように意外と多くの人に足りてないのって引き算よりも圧倒的に足し算であることの方がかなり多いです。まだまだ自分の絵には何かが足せるはずで、限界までね足してみてください。今日足したのは光と密度ですね。で限界まで足した後ごちゃごちゃしすぎちゃったら少しだけ引いてみましょう。そのぐらいの方がねちょうどいいので、まずは足すことを意識すると絵の上達のためには良い結果になると思います。光が強くなったのでちょっとね顔の方にも光を反映させてみますね。はい、そして最後の調整に入ります。てるてるくんにも光を足していきましょう。はい、こんな感じ。さらにもうちょっと要素を足していきましょう。てるてるくんの持っている光の粒からパチパチっとねちょっと飛び出す光なんかも足してあげてもいいかもしれません。やってみましょう。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ちょっとね横長の画面なので並べるとちっちゃく見えちゃいますね。単体でも比べてみましょう。これビフォー、アフター、ビフォー、アフターです。はい、今回は足し算についてお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。今回のようにね自分が思っていなかった意外な部分に絵の上達のヒントって隠れている場合があります。引き算が大事だと思っていたのに実はね足し算に糸口があったっていうこともね結構あるんですね。こういうことって自分一人だけだとなかなか気づけなかったりします。僕の動画ではそういった方々のために上達のヒントをたくさんお伝えしています。例えばこちらの動画、注意、模写だけではうまくなりませんでは多くの人が陥りがちな間違いとその改善策についてお伝えしています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。